こんにちは。ニートになってしまったのすけです。時間には余裕ができたので、これからはできるだけ毎週投稿をしていこうと思っているのですが、沸騰冷却 PC も液芯冷却 PC も物の制作があるので、毎週投稿はちょっと難しい。なので、PC パーツのレビューとかを間に挟んでいくスタイルにしようと思っています。ただ、あまりお金もないので、とりあえず X に来ている案件をいくつかやってみようと考えています。案件といっても、商品の提供はしてもらっていますが、お金をもらっているわけではないので、率直に評価をしていこうと考えています。今回はこちら、Acer の SSD、Predator GM7000、こちらのレビューをやっていきます。今回、レビューをするにあたって SSD について再勉強をしました。はじめに M.2 NVMe SSD とは何ですか？ M.2 というのはフォームファクターのことで、取り付けるソケット形状のことです。次に NVMe はインターフェースの規格のことで、これがちょっとややこしいんですが、PCI Express の中に SSD のための規格として NVMe があるみたいです。この PCI Express には世代、つまりジェネレーションがあって、古いものが Gen 3、新しいものが Gen 5になっています。新しいほどデータの転送速度が速いですが、同時に価格も高くなっています。Gen 5が発売開始されてから1年ほど経ちますが、まだまだ価格は高いようです。また、発熱も Gen 5が一番大きくなっています。その他、SSD を購入する際は、マザーボードがどの世代の PCI Express に対応しているかも注意が必要です。SSD を構成する部品は主に3つで、難度型フラッシュメモリーとコントローラー、そして DRAM です。DRAM は搭載しているものと搭載していないものがあります。難度型フラッシュメモリーには4つの種類があって、1つのセルに1ビットのデータを記録する SLC、1つのセルに4ビットのデータを記録する QLC、2ビットが MLC で、3ビットが TLC です。1つのセルに記録するビット数が多くなるほど、記録密度が大きくなる、つまり大容量化できますが、構造が複雑になるため処理速度が低下します。一般的に市場に出回っている SSD は処理速度の遅い TLC もしくは QLC を採用していますが、難度の一部を疑似的に SLC 難度として扱う SLC キャッシュという技術を使って処理速度を向上させています。この SLC キャッシュをどの程度用意しているかによって、連続書き込み時に転送速度が低下するまでのファイルサイズが異なります。難度とは別に DRAM を搭載している SSD があります。DRAM の役割は、のすけも勘違いしていたのですが、転送しているデータを一時的に記録すること、つまりバッファ処理ではないそうです。DRAM の役割は、難度のどこにどのデータを記録したかを記すアドレス変換テーブルを記録しておくことです。アドレス変換テーブルは、もともと難度に記録されているのですが、動作の速い DRAM に移すことで、アクセス時間が短くなり、データの転送速度が速くなるそうです。アドレス変換テーブルは難度 1TB あたり 1GB、つまり1000分の1の容量が必要になるそうです。では、DRAM レスの SSD はどうしているのかというと、メインメモリーにアドレス変換テーブルを記録しています。これをホストメモリーバッファー HMB と言います。しかし、メインメモリーに割り当てることができるアドレス変換テーブルの最大値は 64MB なので、64GB 以上のランダムなデータを記録する場合には、難度に記録している元のアドレス変換テーブルにアクセスすることになるみたいです。つまり、DRAM の有無は多数のファイルを書き込みする場合に効果が現れるみたいです。最後に、マザーボードに SSD を取り付ける場所ですが、多くのマザーボードには M.2 ソケットが2つ以上あります。
ただし CPU と直接データの転送するのは CPU に近い位置にある M.2 ソケットを一つだけ。他の M.2 ソケットはマザーボードのチップセットを経由してデータを転送しています。CPU 直結の方がチップセット経由よりも 5% ほどデータの転送速度が速くなるそうです。今回 Acer から提供してもらった SSD のスペックは PCI Express Gen 4で TLC 難度、容量は 2TB、2GB の DRAM 付きで読み込み速度が 7300MB/s、ヒートシンクが付いています。動画作成時点での最安値は2万80円。なので、Gen 4の 2TB、7000MB/s 以上の SSD としては、ボリュームゾーンよりも安い価格帯にあります。Amazon のレビューで評判も悪くないみたいです。比較用に、のすけの手持ちの SSD を用意しました。Gen 4の 2TB ですが、QLC 難度で DRAM なし、5000MB/s の SSD となります。動画作成時点での最安値は 17,281 円です。ということで、早速テストを実施します。プレデター GM7000 を開封していきます。パッケージは安っぽくなくて悪くないと思います。中身はこんな感じ。アルミ製のヒートシンクのデザイン、質感もマットで悪くないと思います。結構ずっしり感があるので、重さをチェックします。重さは 37.1g。ヨスケのミニ四駆よりも重たいです。ヒートシンクの取り外しは簡単で、左右4本のネジを緩めるだけでした。シリコンのサーマルパッドも簡単に外れました。今回はデスクミニで性能を評価します。スペックはこんな感じ。CPU は Ryzen 7 7700、メモリーは DDR5 の 32GB、CPU 直結の M.2 ソケットに C ドライブの SSD を挿した状態で、マザーボード経由の M.2 ソケットに対象の SSD を挿して評価します。マザーボード経由の M.2 ソケットを使用するので、カタログスペックよりも 5% ほど低くなると思います。GM7000 を取り付けるとこんな感じ。ヒートシンクを装着した状態でも取り付けができました。ただし、厚さが 10mm 弱あるので、デスクミニのケースには収まりませんでした。なので今回はまな板状態で比較したいと思います。まな板の隙間はこんな感じです。まずはクリスタルディスクマークの結果から見ていきます。段階計測して平均に近いデータを使っています。シーケンシャルリードは 7000MB/s ぐらい。これはカタログスペックの 5% 落ちぐらいなので、マザーボード経由で接続していることが原因です。シーケンシャルライトもカタログスペックの 6700MB/s に対して低い結果となりました。C 社の SSD と比較すると、シーケンシャルリード、ライトともに上回っていますが、ランダムリードで勝ってランダムライトで負けています。理由はわかりませんが、こういう結果になりました。次により実用での使い方に近いファイル書き込み時の転送速度を見ていきます。筋トレ動画を集めたフォルダを ZIP ファイルに圧縮、272GB の ZIP ファイルを D ドライブにコピーします。これを連続で6回、1.6TB まで行います。上段が GM7000 で、下段が C 社です。ハードウェアモニターの値は、高い方が SSD のコントローラーの温度、低い方が難度の温度です。このテストはあまりに過酷なので、C 社の SSD にもヒートシンクを装着して実施しました。それでは開始します。8倍速です。開始直後はどちらの SSD も 2.5GB/s 以上の転送速度が出ています。
2セット目に突入。ここで C 社の SSD の転送速度が大幅に低下しました。転送速度が低下して上昇するを繰り返しています。GM7000 は3セット目に突入。GM7000 も転送速度が低下しましたが、2.2GB/s 前後で安定しています。GM7000 は4セット目に突入。C 社は転送速度が不安定なので、まだ2セット目が終わっていません。ここで GM7000 も転送速度が大きく低下。不安定ですが、転送速度は 1.0GB/s 前後出ています。C 社の SSD は転送速度がさらに低下。平均で 100MB/s 程度まで低下しています。GM7000 は6セット目に突入。GM7000 はコントローラーの温度が89度まで上昇していますが、サーマルスロットリングには入っていないようです。C 社が3セット目に突入。ここで GM7000 が6セット完了。約 1.6TB のコピーに要した時間は16分20秒。だいたい1分間に 100GB の転送をしたことになります。それに対して C 社は3セット目の途中で、だいたい 600GB の転送が完了したところです。今回のテスト結果をグラフにするとこんな感じ。コピーを開始した直後はどちらの SSD も 2.5GB/s 以上の転送速度が出ていますが、C 社の SSD は 400GB 前後で転送速度が一段低下します。この転送速度が低下した状態は SLC キャッシュが枯渇しそうになったので、SLC キャッシュから QLC 難度に書き換え処理を行っているためだと思います。その後 500GB 前後のさらに低下しているところで SLC キャッシュが完全に枯渇してほぼ QLC 難度そのままの速度になったと考えています。一方で GM7000 は 600GB 前後まで十分な SLC キャッシュがあり、600から 1000GB までの SLC キャッシュの書き換え処理中においても 2.0GB/s を超える転送速度を維持できていました。これはコントローラーの性能が良いためだと考えています。1000GB を超えるとさらに転送速度が低下しますが、1.0GB/s 程度の転送速度を維持できていました。これは QLC 難度に対して TLC 難度の書き込み速度が速いためだと考えています。ちなみにこのテストをヒートシンクなしで実施すると、どちらの SSD も 500GB 程度の転送したところで、コントローラーの温度が100度程度となり、サーマルスロットリングが開始。転送速度が 100MB/s 程度まで低下したので、ヒートシンクは装着した方が良さそうです。ということで、次はさらに実用の条件に近い多数のファイルをコピーするテストを実施します。ZIP ファイルに圧縮する前の元のフォルダ、約 1GB の筋トレ動画ファイル266個を D ドライブにコピーします。これでランダムアクセスに近いベンチマークになると考えています。それでは開始します。8倍速です。開始直後はどちらの SSD も 2.0GB/s 以上の転送速度が出ていましたが、C 社の SSD は約 100GB ごとに転送速度が大幅に低下しています。これは HMB のアドレス変換テーブルが不足しているので、直接難度に探しに行っているためだと考えています。
GM7000 が3セット目に突入。GM7000 も転送速度が不安定ですが、数メガバイトパーセカンドまで低下することはないようです。これは DRAM を搭載しているためだと考えています。GM7000 が4セット目に突入。ここで GM7000 の転送速度が 1.0GB パーセカンド程度まで低下。DLC 難度の書き込み速度まで低下したんだと思います。C 社も転送速度が 100MB パーセカンド程度まで低下。QLC 難度の書き込み速度まで低下したんだと思います。GM7000 が5セット目に突入。ここから先は転送速度に大きな変化はなく、GM7000 は 1.6TB のコピーを約20分で完了しました。ということで、テストが完了しました。DRAM なしで HMB を使用する場合、多数のファイルをコピーすると、転送速度が一時的に低下する現象がありました。DRAM はついていた方が良さそうです。SLC キャッシュの書き換え処理は、SSD コントローラーの性能の影響が大きいようです。GM7000 のコントローラーは、インノグリッド社のものが採用されていました。DRAM 付きで優秀なコントローラーも備えている GM7000 はおすすめできる商品だと思いました。今後はのすけのメイン PC に搭載して耐久性を確認していこうと思っています。拙い解説だったので、わからなかったこと、疑問点などあればコメント欄にお願いします。今後もこんな感じの解説動画を作っていこうと思っていますので、高評価とチャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。ではでは。